横浜の団地巡り。今回は緑区にある竹山団地にやってきた。以前お届けした笹山団地でもコメントで多く名が上がっていて、リクエストもいただいていたので、ようやくお答えする形でやってきたのだ。最寄り駅は JR 横浜線鴨居駅。駅北側には工場地帯が広がっているが、竹山団地は南側だ。本来はバスで向かうような距離だが、元住人の方々には懐かしい景色もあると思うので歩いてみます。鴨居商栄会は古いままのところも多いので、昔からあまり変わっていないようだが、どうでしょうか。すごい坂だ。ここも鴨居商店会の街灯がある。そこからしばらくは変わり映えのない景色なので、特に思い入れがない人はバスで行くのがいいかもしれない。15分ほど歩くといよいよ団地が見えてきた。この区画は竹山第一と呼ばれるようで、建ったのも最初なのかもしれない。ここから竹山団地となる。以前の団地動画でも何度か述べたが、団地巡りは秋がベストだと思う。郷愁が漂っている団地が好きだ。桜の季節もいいけど、やっぱり秋でしょう。団地の完成は1971年。昭和46年。先日の笹山団地よりもずっと後で、都市部の環境破壊などが議題となっていた頃、この時代の団地は可能な限り
自然や生態系の維持も意識して作られたものが多い。当団地にはこの後出てくるが水の再生をコンセプトにした設計。団地も銃刀の間のスペースが広く、周辺には緑が多い。丘の上の銃刀、絵になる。いよいよ団地の中心あたり、商店街などがあるこちらのスペースには、戦術した水の再生コンセプト、人工の池が広がっているのだ。池にせり出して立っているのは竹山中央分譲共同住宅。固い名前だが竹山団地の中心施設として建てられた。既存の地形が谷戸里山だったことから雨水の調整機能を兼ねた人工池が配置された。これが数ある団地の中でも独特の景観を生み出している。池は自然の斜面にあり、もう一方は商店街、ショッピングセンターに面している。
団地のレトロモダンがここにぎゅっと詰め込まれたような見事な空間だ。夏の花火大会などイベントもあるようで、その際もこの池が効果的でしょうね。団地内には病院、小学校や幼稚園、保育園もあり、中層のポイントハウスもある。都市部ではどんどん数が減っている住棟タイプだ。坂が多く緑が多い。かつての里山と団地が共存しているよう。団地に柿の木、あまり見ないけど似合いますね。
団地の周辺にも商店がある。竹山中央商店街より近い世帯向けでしょう。広い団地ですからね。こちらのポイントハウスの向こうは鴨居駅方面の工場群が遠くに望める。緑に囲まれた通りの向こうに竹山幼稚園。なんか素敵だ。これは道端に置かれていた動物。多分公園でお役御免になったアニマル遊具ではないだろうか。処分するのも忍びないのでここに置いているのか。だとしたら粋な計らいだ。動物たちは同じ方向を見つめ、昔遊んだ子供たちは元気だろうかと憂いている。心持ちを想像するとセンチメンタルになっちゃいます。今でこそこういういろいろなタイプの団地が見られるが、当初は団地のイメージといえば得体の知れない集合住宅、変わり映えのない景色、コンクリートの箱の中というものだったかもしれない。それで言うとこの竹山団地はどうだろう。山あり谷あり、池の上に建物があったりと、実に変化に富んでいる。いい団地を作るという気概を感じるではないか。なんといってもこの団地は水上銃刀でしょうね。これは本当に珍しい。私的団地ベスト3に入るんじゃないかな。